今回のヒット祈願は新しく加入した5期生の出身地に千葉が多いことから先輩と5期生がペアを組んで千葉県を舞台に縁起のいいヒット祈願を決行。そして7つのロケが全て成功した時もう一つの目的が達成される。これなんかあれなんだ、みんなのをこうつなげるんだ。そういうことだね。なんで何も言わないの？そうでしょ。だって中小って来ないもんね。大中小。今夜は田村と千葉県出身菅原ペアからまた海だ。千葉はね海だからね。そっか。この2人が挑戦するヒット祈願とは。ヒット祈願。あ、フラワーラインだ。フラワーライン、自転車走破。イエーイ。あのね、花がうわー。全長46キロという乃木坂と同じ数字を持つフラワーラインを2つのチームに分けて自転車で走破。田村菅原ペアは西側半分を走り道中の神社仏閣でヒット祈願をしながらタスキをつなぐ地点野島崎灯台を目指す。自信はある？ちょっと自転車久しぶりなので、ちょっと不安なんですけど、楽しければなんとかなるかなって思ってます。確かにピクニック気分で。はい、ピクニック。これって大変なのかな。ということでおよそ25キロの自転車祈願スタート。気持ちいい。でもまだ気持ちいい。まだスタートしたばっかだから。和やかな雰囲気で始まったのもつかの間早くもフラワーラインがその正体を見せ始める。待って、やだ、もう見えちゃったよ大阪。いてててて。待って、おかしいよこれ。いてててて。待って。漕ぎ始めて5分早くも過酷なピクニックと化した自転車ヒット祈願。実はこのフラワーライン地味なアップダウンが続き大半が坂道。さつきちゃん大丈夫？ゲンチャリだったらやってよかったね。最高。そしたらもう出川さんも電動バイクで行っちゃダメよこれ。ちょっと待って。あ、下り。あ、これ失敗ってこともヒット祈願。そうだ。違います。足ついたら負けなのこれ。違います。その後も坂道を漕ぎ続けることおよそ40分。あ、下り来たよ。あ、下りようやく最初のチェックポイントに到着。ここですでに疲労困憊の2人に新たな試練が。ポイントだ。目の前に見えてるものがすごい怖いんだけど大丈夫あれ？何？どうしたの？第一開運スポット洲崎神社で待ち受けていたのは本殿まで続く147段もの階段。あれ行くの？頑張りますか。よし。うわ、しんどい。これきつい。なんか登っても景色は変わらないってやだね。嫌です。これでも結構な。いやもうやばいやばい。さつきちゃん。これ行っただけでもうもう爆発すんね。あれもダメだね。なるほど、このチームはもう徹底的に足腰を。やった。あ、でもこれ分か階りやすいわ。段を登り切った2人はヒット祈願をして第一開運スポットを制覇。大ヒットしますように。いやするよ。今神様が言ったのかな。ね、神様言ったかもしこの後れない今ね。2つ目のお寺へ向けて再スタートを切った2人だったが徐々に菅原が遅れ始めてしまう。マジで？まゆさんが遠くなってる。なんか運動やっていや、私神経悪いんですよ。運動神経悪いの？ギアギア上げよう。ギアの使い方が下手すぎた。そうだよ。走りながらギアチェンジできないことが発覚した菅原。なんで走りながらじゃないスとできないだろ。ーパーカルカルギアで足を高速回転させ続けまさに空回り状態。もっと重いギアにしそのまま田村に追いつけずあっという間に2時間が経過。ギアチェンジし見て、なよ。お花があ、フラワーライン入ってきた。あ、菜の花じゃん。ほらほらほら。気持ちいい。食べちゃいなよ。なんで？ここでフラワーラインの名の通りおよそ6キロにも及ぶ菜の花の道に突入。いいよね。ほら菅原の方が長く緩やかな道を利用して田村が遠くを試みる。バナナさんはどうだった？休憩というかそのスタンバイの時も話しかけてくださったので、すごいこうリラックスしてできましたね。そう、なんかあの時さ、先輩も言ってたけどさ、なんか私たちの時そんな喋りかけてくれたかな。なんかあんまり
声をかけられた記憶がなくいやいや喋て、る時と喋んない時あるかもしれないけど、ちょっとなんかそんなかいいなって思変えってた。てないよ。別に待って声が聞こえないですどうした急になんかマッハーみたいななんで聞こえなくなるの急に。答えづらいことだったから。その後も山道を走り続けることおよそ30分。第2の開運スポット満徳寺に到着。職業ってなんだ。全長16メートルの涅槃像に向かってここでも筆頭祈願。足にやるの。大ヒットしこれがますように。正式なやり方なの。そうらしいです教えていただきました落としちゃうよ。この後2人はおみくじを発見。いいじゃん。開運をかけて3期生が大苦戦した大吉フィーバーに挑戦。いやこれは2人連続大吉してせーのさ。大吉来い。あれ？どうした？ナイス。先輩がなんかずっとちゃんと持ってんね。小吉でしたほら大吉。ということで別のおみくじにすぐさま再挑戦。大吉。小吉また？なんだよ小吉って呼ぶぞこれから。可愛い。おい小小吉吉。っぽいな。小吉おい。まず小吉で今日から。お前小吉な。あだ名がついちゃった気を取り直して次の開運スポットに向け再び走り出した2人だったがやばいまゆさんがまた遠くなってるやばいやばいなんでギア上げないの？一回止まった時にスタッフに聞きゃいいじゃんか。スタッフさんどんどん離されてほら小吉っぽい漕ぎ方になってるよ。待ってくださいっつって。雑魚っぽいのよ。雑魚だ雑魚。ギアを変えられず2人の距離が縮まらないまま黙々とペダルを漕ぎ続けることさらに1時間。いっぱいあんだなこの通り。ようやく3つ目の開運スポット阿波神社に到いい着じ。ゃんでもなんかこう。大ヒットしますように。するよ。お俺ここの神様結構男っぽかった。どうした頭打ってんじゃん小吉。もうドジばっかりじゃんなんおい小か。吉大丈夫かよ。ここでもおみくじに挑戦。3度目の正直なるか。おい小吉お前小吉出すなよ。せーの。じゃん。おどい。マジ？田村がマジすげえ。吉でした吉か。小吉出せよ。なんで小吉出さないの？ここまで5時間。 5時間も日のあるうちにゴールを目指す2人はラストスパートをかける。びっくりしてんじゃん。なんとか笑顔で頑張ってきた2人だったがさすがにここへ来て疲れもピークに。本当だね。ね足が限界かもしれないこれダサい本当だよ。ダサいだろ。くる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 。大丈夫なつきちゃん。ギアが軽いからああなるんだって。ちょっとまゆさんが遠くなってます頑張って。頑張って追いつかない頑張ってこいでこのギアをもう最後までギアを変えられなかった菅原は限界寸前。最後までギアのことわかんないけど。しかし最後の力を振り絞って田村に食らいついていく。できなかった。まゆさんに追いつきたいどっちが軽いのか重いのか分かんなくていやこいでたら分かる。そしてスタートから5時間半ついになんだよ。いやよくあの軽いギアで行き切ったよ。超超えてる超超えてる。あのよく行ったな。たすきをつなぐゴール地点野島崎灯台に到着。野島崎灯台か。よいしょ。なんかいいとこなの。笑顔で走り抜けた5期生菅原後輩を引っ張り続けた先輩田村これ。自転車でのフラワーライン西側走破を達成。いや面白かったなぁ。菅原か。あ違う間違えた小吉。小吉じゃないですおめでとうございます。いやもう完全小吉さんよもう。なんなのよ。なんでギアを変えられないのよ。ちゃんと一回すいませんってカチャってやるの教えてもらえばよかった。そうでし忘れょ。ちゃってたんですよねできなかったのか。すげえあんなカチャーってやってくからさ。すっごいダサかったそれいっちゃうよ田村だってどん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 。押せんだもんだって。本当だよ。兄弟のチャリンコみたいだったね。お兄ちゃんとかお姉ちゃんが先行って。そう。待ってっつってさ。可愛かったけどさ。可愛かったダサかったですねあれはけど。ダサかった。ダサいはダサいよもちろん。続いて福岡出身の与田一ノ瀬ペアがやってきたのはさあ私たちは今
海に来ております。海だ。きっと祈願も初めてですけど、どうですか？まさか自分がやる側になるとは思ってなかったので緊張してるんですけど、楽しみです。じゃあめくそんな2人が挑むのは波に乗って岬を目指せシーカヤックヒット祈願。イエイ。いや。ということで、こちらのペアには波に乗って荒波を越えてという芸能界におけるとても重要な願掛けのため長いと大変だね。そシーカヤックを使って立山名護海岸から大房岬の海岸までおよそ6キロの距離を海を渡ってゴールを目指してもらいま6キロっす。て結構ちなみにカヤックの経験はあと海だから波あるね。初めてです。難しいよ。私は小学校の頃授業でやってたんですけど、一人で乗れるようになるまで3年かかった。ちょっと待って。海は好きですか？きんの？見るのは好きなんですけど、そもそも泳げないから。ああ、なるほど。じゃあひっくり返ったらやばいね。落ちたら死にます。ということで、ガイドの方から初心者一ノ瀬、経験者依田に陸上で一からシーカヤックの扱い方をレクチャーしてもらうと、いきなり海で実践。まずはまっすぐ沖の方につけてください。じゃあ行きますよ。怖いよおいった。もう今はめちゃめちゃ楽しそう。いきなり大海原に放り出された2人、うまく波に乗れるのか。流れ乗ればね。あ、そっか、波に乗るってそういうことがヒットするよみたいね、なあ、。そうだね。ひっくり返るって。初めてのカヤックをうまく操れず、一ノ瀬はいきなり大苦戦。その後もまっすぐ進むことができず、まだそうだよねなかなか進行方向を向けない一ノ瀬。いけないよね。こっちをその頃依田は逆こいてるからどんどん。うるさいおじさんがいるね。でも本当だ。こっちこがなきゃ。こっちこうとこっちだ。このペアのヒット祈願、足もあんの。うまく波に乗ってゴールを目指しつつ、2人でトークをしながら仲を深めてもらいたかったのだが、なかなか並走するには至らず、ただただカヤックを漕ぎ続ける映像に。そして開始から30分、 6キロって。今私たちどれぐらい漕ぎ続けてますっけ？でも結構もう距離来たらいいペースですか5分の1はもう進んでるだろ？5分の1か。 5分の1。 1だって。もう5分の1も進ん5分のでる。時来たんだ。なかなか進まないカヤックと格闘しながら開始から1時間、よし、このな唯一の休憩ポイントに到着。あー疲れました。疲れるやっ腕と腰がめっちゃ痛くて声がにまた。ぱ。あ、なんかじゃあ使ったことないような体の動きなんだ。今依田酒飲んでる。そして短い休憩を挟んだらすぐに出発。今回抜群のカヤックビエルの中、青いじゃん。ドローンも投入して非常に美しい絵も撮れていますが、いかんせん会話もないので、ただただ綺麗な映像のみでお送りしています本当。だよ。ここからは無言でこぎまくる映像がもったいないので、休憩中のトークと一緒にご覧ください。やっぱなんか地方でさ、寮にいるメンバーと遊び行ったりした東京で。109とかめっちゃはしゃいで。一緒です。いた？写真撮ったあ、最初109。ね。写真撮りました。一緒だ。最初竹下通りとか行った東京でね。まだなんです。今日ももちゃんとコスプレしてプリクラ撮ったりしてた、浮かれて。そうですか。そう、地方メンバーでプリクラ撮ったりあ、しました。するよね。バンジー怖くなかったですか？バンジーは好き。好きとかあるんですか？高いところは好き。私もあれだけはどうしてもやりたくなくて、もう飛んでくださいって言われたら。絶叫系が無理で。へえ。絶叫系乗るなら多分私ゴキブリでも食べます。マジで？本当に。ゴキブリ食べれないです。食べれないですし、めっちゃ嫌いですけど。いつかあるかもね。なんかあんまり嫌いって言ったらやらされるかいやら。本当だよ。なんか言われました。ちゃんと分かってるなだからあんま言わないようにしようと思う。疲れました。。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 
そしてカヤック中は黙々とヒット祈願史上最も真面目に漕ぎ続けること3時間。ついにゴールへ。着いた。もうゴールなのこれ。ゴールだ。これ大変なのこれ。なんかね。ということで福岡コンビもなんとかヒット祈願達成。よかった、無事波に乗れました。乗れました。乃木坂も波に乗りました。これスタート地点で喋ってんのかな。スタート地点でエンディング撮ったらこれは一番申し訳ないけど伝わんねえな。あー、大変さがかわいそうやっても伝わらないやつだ。あれ今のなんか字なのかな。続いてヒット祈願を行うのはこちらの2人。ここから担当するのは私柴田とうん。富里でございます。面白い入りだね。はい、今回初ロケですけどどうですか？すごく緊張してます。緊張の割に結構大胆なギャグから入ってる。そんな2人が今回挑むヒット祈願とは。じゃん。ごま行？ごま行？ごま行とは燃え上がる炎の前に座り全身全霊を込めて祈り続けることで願いを叶えるパワーを授かるとされており、その目の前で燃える炎は300度にも達する過酷な修行の一つ。なおちゃん、暑さには強いですか？暑さは強いと思います。強いかな。はい、どうだろう。今回2人がお世話になるのは江戸時代から400年以上の歴史を誇る大日山神崎市。流行るなお寺とか。早速本日お世話になる住職に話を伺うと、今日ここの本堂で、一番最後に新曲がヒットするようにというような、ね、ご祈願をさせてもらうんですけども、その前にお二人に、その祈願をする準備としていろいろしていただいた上で、そして最後にご祈願をするという形をとっていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、頑張りましょう。ということで白装束に身を包み準備完了。なんかするなこれ。まずは礼拝と呼ばれる修行からスタート。でも滝はさすがにやんないでしょ。この修行身を清めるために懺悔を行っていくのですが、その方法が懺悔懺悔六根大将滅上煩悩滅上裏から読むとドッキリドッキリ。この動作を煩悩の数と同じ108回一切休むことなくただひたすらに繰り返していく。これをずっとやんの。美声じゃなくて結構ですよ。大きな声で最後まで唱え続けます。はい。懺悔懺悔六根大将滅上煩悩滅上五章。覚えらんねえな。何つってんのこれ。わかんないです。わかんないの。おい、じゃあ言ってないってことじゃないか。その後もおよそ10分地味に辛い修行を続けていると漢字がわかんなくなっちゃう。わかんなくなっちゃう。ですよね。懺悔懺悔六根大将滅上煩悩滅上五章。あれ一人でやってるような気がしてくるな。ほら。柴田も言って。住職から厳しい劇が飛ぶ中ただひたすらに食らいついていく。しんどいね。しんどいわ。途中で寝ちゃったんでしょ。ですか。したいです。これ結構しじっんどい。としたければ地道なところから頑張ろう。お父さんだけあんなに大きなこと言ってたらはぁ言ってた。いやこれ疲れるな。数多くの修行を積んだ住職さえ息が乱れる中やばい。必死に礼拝を続けていく2人。そしてね。懺悔懺悔六根大将滅上煩悩滅上合唱。やばい柴田お化けみたいな。懺悔六根大将滅上煩悩滅上合唱。こんなの俺らが膝がもう。拝み続けることおよそ30分108回の礼拝をやり遂げた。これはしんどい。では第一の修行礼拝修行を終えたいと思います。ご苦労様でした。ありがとうございました。まだ。しかし2人の修行はまだまだ終わらない。すぐさま次の修行場へ向けて移動開始するとちょっと怖いな。やってる時はそんななんか辛くなかったけど、終わってから結構来てるね。そうですね、足がすごいね。まだここまではちょっと OL さんの休日疲労困憊の2人が続いて行う修行は瞑想。いやいや、でもできなかったです。この後に控えるごま行へ向けて心を整えていく。
この日の気温は5度。最悪。小雨が降る中、静かに心を落ち着けていく2人。でも春回路いっぱいつけてんだろこれ。ちょっとおいどういう修行だよこれ。春回路つけてますね。その後およそ20分、寒さに耐えながら瞑想を終えた2人はいよいよ護摩行へと挑む。高らかなホラ貝の音とともに護摩行がスタート。笑っちゃいそうだよ。まずは新曲のヒットを祈願し祈りを捧げていくと、すごいな。ずっとやってるとトランス状態になるよ。火見ながらその音で。そうなのよ。暑いんだよ近く。あっという間に300度を超える火柱が立ち上る。熱いよねこれ。すごいって見ちゃってんじゃん。何言ってんの。喋るタイプと喋んないタイプだよ。何言ってんの。言ってるよね。お経知ってんの。富里の顔が溶けてしまうほどの暑さの中、何を言ってんの。ここからは声に出してお経を唱えていく。お経を唱えてんのか。暑そうだなこれ。ちゃんと言ってんだ。この後も目の前で燃え盛る炎を前に一心不乱に拝み続け、およそ30分の護摩行を終えた。30分暑いよね。暑くなかった。暑かったんですけど、柴田さん目つぶってたじゃないですか。でも私目開けてて、なんか喋ってて。ヒットしますようにっていうのと、たくさんの人が健康で幸せになりますようにって言ってました。いい子。ということで今回のご利益を確認するべく、自称ラッキーガールがガリガリ君の当たりを引けるかを最後にチェック。いや当たんないのよこれ。ガリガリ君でね。どうですか？当たりました？なんか外れちゃったかもしれない。なんか外れちゃったね。ということで護摩行チームヒット祈願大成当たん功。ないのよ。護摩行の前の修行も大変そうだったな。すごく大変でした。なんつってたの。そうなんつったのあれ。漢字読めなくて分かんなくて。ダメじゃん。かわいそうにご住職。途中で言ってたじゃん。なんか私一人で言ってるみたいだけどって言ってたよ。あんな悲しいこと言わすなよ。そうだよ。最初に聞けって、どうやってギアを変えるんですかって。そうだね。全部聞かないからこうなるんだよ。聞けばいいんだが、まあでも本当のあれは護摩行だから。最後のね。あれ暑いんでしょ。すごい暑かったです。ねえ。じゃあでもなんかもう目開いてなんかわー言ってたじゃん。本当だよ。ずっとあれいいの？でも炎見たくて目開けちゃいました。開けちゃったの。柴田とは一言も喋んなかったの。いやいや、あんまりなんかあんま喋ってる記憶がない。なかなか護摩行だからやっぱそのなかなか会話をね。喋ったちょっと。喋りました。ガリガリ君食べながら喋ったの。喋った？はい。食べたことありますかって。食べたことありますかって。ガリガリ君も？あるだろそりゃ。あるって言ってました。あるって言った。あるだろそれ。ガリガリ君って当たり出づらいんだよね。ガリガリ君が一番当たらないくじなのよ。でも乃木坂工事中に出てから当たらなくなっちゃって。我々のせいみたいなんですよ。ちょっとさ今後なんかガリガリ君食う時はちょっと軽く回しといてよ、プライベートでも。あ、いいね。当たるかもしれないから。今度は梨とかの味にしようかなって。味変えて。味変えてな。いや別に味変はどうでもいいよ。当たるか当たんないかをさ、これで分かんの？なんかこの。あ、そうだ忘れてたわ。だって29台だけになってるから。それあったわ。29枚目シングルヒット祈願。どうしよう。真っ白。何も見えない。何も見えない。天水やバースデーライブモバイル2時メール選考が4月7日からスタート。これ。あ。これはいけそう。みんなチャンネル登録してな。
してくれなあかんで。